パックンです。甲子園の隣に神社がありました。野球をモチーフにした絵馬やお守り。その瞬間僕は思いました。野球にも神社いるのって。それだけじゃありません。皆さんが毎日見ている駅前のパチンコ屋のネオンや夜の田舎道を爆音で駆け抜けるバイクの残響、あるいは赤いコカ・コーラが冷たい光る自販機のポチッとした押し心地。全部僕には初めて見る日本でした。なぜこんなに違うのか、なぜ心に残っているのか、そして日本ってなんでこんなに面白いのか。今日は韓国人が日本で初めて見て心を奪われたもの5選を紹介します。日常の小さな旅を探しているあなた、ぜひ最後まで見てみてください。まず1つ目は野球の神社です。スポーツに神様がいる国ということですね。高校2年生の春、僕は初めて日本旅行に行きました。野球が大好きだった僕は甲子園に行くことに、その時スタジアムのすぐ横に神社があったんですね。で、そこに行ったんですよ。で、そこには野球ボールの絵馬がもう300個ぐらいあるような気がしていて、必勝祈願とか甲子園出るぞみたいな書かれた絵馬がぎっしりありました。野球って神様にお願いするものなのって、僕はしばらく目が離せませんでした。韓国にも仏教やキリスト教の文化はあります。けれど、何々の神様が登場するのは珍しいです。勉強の神、料理の神、恋愛の神、合格の神。日本にはお願い事の数だけ神様がいるんですね。この感覚、まるで物語の中に入り込んだようでした。僕の地元、ソウルには、スポーツ選手が祈願に行く神社なんて存在しない。でも日本には真剣にスポーツに向き合う人ほど神様に祈る。それが延期であり、文化であり、何より心の支えになっているんですよね。あの日、野球ボールの絵馬をじっと見つめながら、スポーツにすら祈る対象があるってなんか素敵だなと思いました。頑張る人が願う場所がちゃんと用意されている。野球の神様はそんな優しさとロマンが詰まった不思議な空間でした。で、第2の話は温泉の話です。湯煙の向こうに心がほどける国ということですね。僕は大学時代、福岡に住んでいました。バイクが趣味だったので、1月だったにもかかわらず、サカー旅行を凍りつく風がバイクのヘルメットを貫き、指先の感覚はゼロ。佐賀を一周するソーロツリングの途中、突然見つけた地元民人気の温泉。看板には温泉100%かけ流し、内湯ありの文字でした。あまりの冬さに迷わずバイクを止めて中へ。竜王の匂いがふわっと喉、鼻をくすぐり、ガラリと開いた向こうには湯煙の静かさが広がっていました。ぬるめの湯に足を沈めた瞬間、指先から生き返る感覚がじんわりと体の中を巡る。耳に届くのは湯の流れる音と外で風が木を揺らす音だけ。まるで世界から一人切り離されたような不思議な安全感。その時僕は心から思いました。ああ、これぞ日本だって。韓国にもチンジルバンとかサウナと呼ばれる場所はあります。でもそれはどちらかといえば楽しみ寄りなんですね。スマホを見たりとか、卵を食べたりとか、漫画を読んでリラックスする楽しさ。けれど、日本の温泉は別の方向に行っている。静かに湯と向き合う場所。ただ湯に浸かり、自然と、そして自分と対話する場所だったんですね。しかも、この文化が日本全国に広がってるんですよ。草津、別府、登別、指宿、それぞれ温泉の質も香りも違って、お湯に個性があるなんてどれだけ奥深いんだって思いました。僕はその頃から寒い季節になるとバイクで温泉を訪れるようになりました。例えば湯布院の温泉、静かで湯煙が夜の空気を白く染める光景。日本に来なければ出会えなかった心がほどける瞬間でした。で、第3の話はですね、暴走族ということですね。夜の風に響く野生の歌って感じでした。ババ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 バみたいなのあるじゃないですか。夜中、窓の外から聞こえてきたその爆音に僕は跳ね起きました。僕が住んでいたのは福岡のとある田舎町、糸島市というところですよ。時計を見ると午前2時10分。
外には改造バイクの集団が走り去っていく後ろ姿。風とともに、爆音とともに何か叫びのようなものが残っていました。韓国にも暴走族はいます。でも雰囲気が全然違うんですよね。韓国のバイク族はノーヘル2人乗りとかで赤信号でも突っ込むような、いわばどちらかというと危険運転が大好きな方々なんですね。でも日本の暴走族にはなぜか異なるカルチャーショックがあったんですよ。別に暴走族すげえ、めっちゃいい、この世にもっとあってほしいという話は全然なくて、カルチャーショックを受けたという話ですね。例えば背中に大きな属名みたいな、特攻服みたいなのあるじゃないですか。旗を掲げて列を組みながら街を運転していたりとか、僕も、好きか好きでないかって言われたら、好きではない方に属していますが、どこか映画の中の風量みたいなフィクションっぽい感じがしたんですね。で僕も、彼らと接触したことはありません。でも、田舎の地方の夜になると、確かに彼らの気配が空気に混じるんですよね。音の波動が窓ガラスを震わせ、遠ざがっていくエンジン音。東京に引っ越してからは、なぜかほとんど見かけなくなりました。渋谷の交差点にも、新宿の高層ビルにも、彼らの気配はありません。夜は静かで、バイクの音よりもタクシーのドアの閉まる音の方が響くんじゃないかと思うぐらいですよね。だけど僕の記憶には、あの夜の暴走が今でも強く残っています。爆音というより、心の叫びのような野生の歌のような感じがしたんですね。見せてやるぞ、俺たちの生き様をみたいな感じで、叫んでいるような気がしていて。嫌な気持ちしかしなかったんですが、彼らだけの表現方法って捉えたら、確かにそこにあると感じました。で、第4の話はですね、パチンコですね。カラフルな迷宮、日常に埋め込まれた非日常というところです。最初にパチンコ屋を見たのは、福岡糸島市の田舎町でした。ギラギラと光るネオン、ガラス越しに響いてくる、ジャラジャラとして銀玉の音、そしてドアが開いた瞬間に飛び出してきたのは、耳を突き刺す爆音と熱気と何とも言えないタバコと金属の匂い。ここどこって思ったんですね。まるで異世界に足を踏み入れたような気持ちでした。韓国でも PC バンと呼ばれるゲームセンターのような場所はあります。でもパチンコのように公然と大人が日常の中でギャンブルを楽しむ空間は存在しないんじゃないですかね。なぜなら韓国では賭博は原則禁止です。外国人専用のカジノは数カ所ありますが、韓国人が自由に行けるのは、たった1箇所、カンワンランドというところだけです。それに対して日本では街のど真ん中に4階建てのパチンコビルが堂々と立っていて、朝から並ぶ人いますよね。台の前で目を光らせる方々もいますよね。景品カウンターに向かう人たちの姿が、すっかり日本では日常風景になっているじゃないですか。僕も一度だけ勇気を出して入ってみました。やってはないんですよ。で、空気が震えるほどの音がしていて、ずらりと並ぶ台に、超集中している人たちが見えてきました。まるで音と光と気体が混ざり合ったカラフルな迷宮でしたね。僕は5分ぐらいでそっと退店しました。いや、それでも僕不思議なんだなというふうに思っています。なぜこんなに人気なのか。一体どんな気持ちで人々は銀玉を触り、音に包まれているのか。忙しすぎる毎日を一時的に銀玉に変えて音の海に沈める。そんな大人の休憩所なのかもしれないなと思いながらその風景を見ていました。で、第5の話はですね、自販機ですね。これ日本人にとっては当たり前だと思うんですが、そうではないんですよ。乾いた喉の心にそっと差し出される優しさがあるんですよ。真夜中の京都、金閣寺に向かって歩いた時のことです。で、気温が35度ぐらいしていて、もう太陽で滝のように汗が出ていました。観光の途中で喉がクラッカラになって、もうダメだと思ったその瞬間、目の前に現れたのは、コカ・コーラの瓶がずらりと並んだ自販機でした。カチャンとボタンを押して出てきた消えた赤い瓶、弾ける炭酸が舌の上で踊る感覚。いや、あの一口はですね、多分僕の人生ベスト5の飲み物だったんじゃないかなというふうに思っています。で、韓国にも自販機がありますが、日本と比較すれば数が圧倒的に少ないんですね。
てか、世界のどの国と比べても、多分日本に勝てる国いないと思っています。韓国の場合はですね、ビルの1階とか地下鉄の一角に置いてあるぐらいのイメージでして、街中を歩いていても、次の自販機まで100メートルなんてことがなくて、もう500メートルぐらい行かないとないんじゃ、みたいなイメージですね。日本はもう30メートル歩けば、もう自販機あるじゃないですか。自販機が2個も3個も4個も5個もついてるじゃないですか。しかも冷たいのもあれば、温かい飲み物もあるんじゃないですか。ボス、ここの校舎、ジョージア、イロハス、ポカリ、サイダー、コーラ。そのラインナップはまるでコンビニより気の利いた冷蔵庫って感じですよね。しかも駅前、公園、山道、海辺、神社の境内、寺の参道、こんなところにもという場所にまでちゃんと設置されている。24時間365日、無言で迷わず正確に飲み物を差し出してくれる存在。それってもうちょっとした文明の優しさじゃないですかね。実は僕はコーラが大好きで、かつてアメリカに短期滞在した時にもう中毒になっているんですよ。もうそのせいで今でも喉が渇くとすぐ何かが飲みたくなるような体質で、そんな僕にとって日本の自販機は救世主であり、相棒なんですよ。どんなに疲れていても、どんなに孤独でも、自販機は黙ってそばにいてくれる。そんな存在が街に何百体もある。ささやかなことですが、僕はいつも感動しています。気づけばですね、僕のカメラロールには、湯煙の向こうの山並みとか、左右に揺れる野球絵馬の残像とか、押すたびに光る自販機のボタンの写真とか、そういうのが並んでいました。全部日本で初めて見たレベルのものたち。けれど、それはただの風景じゃなくて、僕の人生に静かに差し込んだ、光のような、面白い感覚、記憶、経験、思い出なんですね。あなたの日常の中にある当たり前、それは誰かにとっての宝物かもしれません。もちろん、僕みたいな人もいれば、自販機見て一言も思わない人ももう絶対いますけれども、僕にとってはそれがとても面白く感じたっていうのはありますね。こういった気づきを発信することで皆さんも知ってもらう。それがそれぞれの文化をつなぐ第一歩なのではないかなというふうに思う時もあります。でこのチャンネルでですね、そんな異国の目を通して見える日本を心を込めて届けています。もし今日あなたの心にも何か一つ温かいものが残ったなら、どうかまた僕の話を聞きに来てください。登録ボタンの向こうにはまだまだ使いたい感動が待っているんですよ。では次の動画でお会いしましょう。以上、パックンでした。にょー